無印良品のアイテム、たまにこうツイッターとかでパーンとこうバズることがあるんですが、これもその一つで、空気でできたマットレスという商品になります。いかにも無印っぽいこうダイレクトな製品名ですね。もう幅広く誰にとっても嬉しいアイテムだと思っています。皆さん、サブベッド、サブマットレスお持ちですか？これは結構こう日常においてというよりは、こう何かがあった時のために本当にこう常備しておいて便利なアイテムです。それをもう見てわかる通り、ここまでコンパクトにかつ身軽に収めているだけではなくて、こう使い勝手に対してかなりこういろんな技術がねつぎ込まれているように感じています。これは買いだと思います。まずこの空気でできたマットレスというか、こういったサブでマットレス、サブでベッドを持つメリットについて、特に今までお持ちでない方に向けてお話ししたいんですが、例えば一人暮らしの方とかゲストが来た時に寝る場所がないってなるんですよね。で、特に一人暮らしで少しこう小さめの部屋とかだったりすると、ソファーとかも置いてないわけじゃないですか。もういよいよ本当に床に寝るしかないのかみたいな状態になりがちなところ、もう一枚備えておくだけで友達がさっと泊まることができるようになります。男2人とかでね、シングルのマットレスちょっと厳しいものありますよね。では家族がいる時はというと、もう完全にこれは緊急時用です。例えば片方が病気になった時、インフルエンザとかもう家族内で感染の可能性が高い、こう隔離をできるだけしたいという時に、例えばソファーがあると健康な側とか、あと少数派がこのソファーに寝ることになるじゃないですか。翌朝の体のバキバキ具合ったらもう言わずもがなですよね。あとは災害時なども見据えて、やっぱり緊急時のための備えとして、こういったものがあると非常にこう臨機応変に対応できて、かつできる限り快適に過ごせるというところがあります。なので僕も実は一人暮らしのもう本当に最初の最初からサブのマットレスは1個用意していました。それがよいしょ、これなんですよ。これ Amazon で3、4千円ぐらいで買ったんですよね。でかい、場所を取る、すごく。なのでこれマットレスの下とかにも押し込んで収納してました。ただね、これは邪魔ですね。しかも使用頻度なんて年に数回とかなわけで、多くても、そのためにこれはちょっとね、スペパが悪いと思っちゃいますよね。スペースパフォーマンス、空間効率みたいな意味合いですが、ちょっとそういうところがあって、アウトドアのギアとかキャンプ用の寝袋みたいなのを持ってる方なら全くこんなのいらないし、コンパクトに収まってるんですけど、今のところ僕はキャンプの予定はないので、そのためにねちょっと割高なキャンプ用品を買うのもなんかこう今まで気が引けていたというか、面倒くさがっていたんですよね。そんな中でこれですよ。1年前ぐらいのかな、無印良品の新製品発表会でこれを実際に体験させていただいて、これは買わざるを得ないなというふうに思ったわけです。ちなみにこれ無印良品の公式としても、使用用途として来客用の布団、昼寝、車中泊、あとは防災用の備品などをこうちょっとね意識されているそうです。再販するたびにすぐ売り切れるんですよ。ようやく在庫が落ち着いて、今はネットで普通に買えるようになりましたが、僕もずっと前から欲しかったのでタイミングを待ちわびていたら一発目間に合いませんでしたね。で、一番の特徴はですね、やっぱりこの畳んだ時の圧倒的なコンパクトさでしょう。なんていうかな、うちの加湿器と同じぐらいのサイズです。わかりやすい例ないかな。バケツ1個分ぐらいの感覚と思っていただいていいと思います。これであれば本当にこう棚とかクローゼットの端っこにちょっとこう入れておけるんですよね。これじゃ無理ですよ。これはそう簡単に入らないので、やっぱり使っていない時間の方がこれは圧倒的に長い商品なので、そういうものはできるだけ存在感が少ないというのがベストです。そういった要件を僕の中で満たしてくれたというのが1個大きいですね。実際これは他社の類似製品と比べても比較的コンパクトな方だそうで、このグレーのカラーリングも含めて収納の端っこに入れておけるようなアイテムになっていますね。実際に開けてみましょう。巾着式の袋の中に本体がこんな感じで入ってます。そして付属品はないんですね。もう本体だけです。これがもう一つの便利ポイント。エアーマットレスということで、大抵の場合は
ポンプがついてるわけですよ。そういうのがついてるのが割と一般的なんですが、これは本体だけでなんと完結します。広げてみると、よいしょ、こんな感じですね。実際に床に並べてみましょう。こんな感じですね。横幅が70センチなんですよ。なので一般的なシングルマットレスと比べて奥行きはもう普通にあるんですけど、この幅に関しては、普通100センチぐらいなんで、結構細身ですね。あくまで簡易的なものと認識しておくのがいいかなと思います。では早速膨らませていこうと思うんですが、さっき言った通り付属品がないのでポンプみたいなものをつける場所がないんですね。どうするのかというと、こっち見てください。ここから空気を入れるんです。どうやってやるかというと、ここ開けて、さすがに靴下履いた方がいいかな。すいませんね、この後走りに行くので非常に派手な靴下ですが、ここを踏むんです。音聞こえますか？こうやって要はポンプがこのマットレスに内蔵されてるんですよ。こうやって空気が入っていきます。僕の拙い理解力でこの構造を説明すると、ここにスポンジが仕込まれているんですね。ここの厚みの部分、空気の注入口からすぐのところにはスポンジの層が入っていて、空気を思いっきり入れると入るんだけど多分出てこないような仕組みになっています。そういうことだと思う。ちょっと自信はない。そのようにして空気を入れていきます。ちょっと時間計ってみましょう。スタート。膨らんできた。よし、OK。もう十分ですね。タイムは1分40秒。公式でも1分から2分と言われていたので、間違いない数字ですね。これは膨らませてみるとこんな感じで、一般的なエアー系のマットレスと比べてもコンパクトな割には十分な厚みかなと思いますし、もっと言うとウレタン系の三つ折りとかね、前僕が持っていたようなものと比べると十分な厚みがあります。シンプルにクッション性がちょっと上がっていると認識していいんじゃないでしょうか。よし、寝てみよう。いいですね。これはすごくいいですね。めちゃくちゃいいな。ウレタンフォーム系のマットレスってやっぱり床の上に置いてる感がすごかったんですよ。要はフローリングとかの硬さを体がダイレクトに受ける感じがあったんですけど、これはねちゃんとマットレスに体が支えられている感が強いです。空気をパンパンに入れるというよりは、多分ね普通に膨らましたらちょっとは余裕ができてしまうんです。その余分が体の凹凸をしっかり受け止めてくれるような感覚があります。で、幅70センチとかも、全然十分ですね。ちょっと寝返りを打つには若干心もとないかもしれないんですが、仮眠というか仮設ベッドとしては十分なんじゃないかなと感じます。で、これはこの商品に限らずエアー系のマットレスでもう避けては通れない問題なんですけど、寝返りをする際にマイクに乗ってるかな、こういうきしむ音みたいなのが通常のマットレスと違って発生してくるので、気になる人は気になるかも。でも、僕は多分ね気にならないレベルだし、なんなら実家でエアー系のマットレスを使ってた時には全く問題なく寝てたので十分ですね。なんなら時一番手間だったのはそのセットアップと片付けだったんで、それをねだいぶ軽減できる気がします。負担。ちなみにさっきのペダル式1分2分ぐらいやり続けるのは、正直めっちゃ楽ってわけではないです。ただこういうエア系のマットレスの挫折要因の一つがセットアップの面倒さで、特に付属品とかをねいちいちつなげて、で空気入ってるか入ってないか、ちゃんと線締めたか締めてないか確認してみたいなことが、僕はね実家でマットレスを使ってた時結構手間だったので、それを考えると全然文句はないかな。1日1回この膨らませてっていうのをやるのは全然負担ではないと思います。押してる間別にスマホをいじってたっていいしね。で、あと気づいた人いるかもしれないんですけど、実はちょっとこの頭の部分が若干この厚みが
他の部位に比べて高くなっています。これは枕代わりです。ちょっとだけこう首を支えてくれる感じがあるので、最悪枕なくても大丈夫というふうに、特に緊急時とかですねは思うんですけど、あった方がいいですね。なんか友達が来た時用のマットレスなら、正直別で持っておく必要ないかなと思うんですけど、さっき言ったような家族が何か感染症にかかって自宅の一室で隔離するっていう時には、自分の枕は別で持ってきて使った方が絶対にいいとは思います。最悪なくてもいいぐらいの感じ。タオルを何枚か重ねればそれだけでだいぶまたマシになるんじゃないかなとは思います。絶対やった方がいい。ちなみに空気を抜くのはこの頭の横にあるここの線を抜いて行います。これもまたタイムを測りながら、折りたたみがどんぐらい不便か便利かっていうのを見ていきましょう。抜きます。まずここ3等分ですよね。確かに早い気がする。早いというかなんか楽ですね。よいしょ。これで折りたたんで、あとは丸めていくだけですね。楽めっちゃ楽。終わっちゃった。早っ。めちゃめちゃ早いわこれ。すごい。これちょっと片付けの速さが異常かもしれない。むしろ空気を入れるのよりも抜くのがすごい楽でした。普通のエアマットレスってこんなに早く終わんないですよ。あとエアー系じゃなくてもやっぱりね丸めたり折りたたんでいって大きいもの扱うとすごい手間になるんですよ。時間もかかる中でこれは出してしまうのが億劫にならないのはすごいいいですね。これは本当に使うハードルを圧倒的に下げてくれますね。そんなわけでですね、結構気に入っているこちらのマットレスなんですが、もう一個言及するとすれば素材感だと思います。TPU 素材ということで、表面を水拭きとかで拭き取ってクリーンに保つことができます。触り心地で言うとなんかスウェードみたいな若干ウェットでかつフェルトっぽさもちょっとあるけど別に暑苦しさとかはない比較的涼しげな素材になっています。これに関しては僕そのまま寝ても全然いいなというふうに思いました。なんか縫い目が痛いとか生地感がちょっとしんどいみたいなことは素肌でもそんなに感じないかなと思います。一方で一般的なマットレスと比べて湿気は全然吸いません。非吸湿素材ということが言えるので、例えば夏場に汗をかいた時には普通のマットレスは下から自分のね汗とか熱気を分散してくれるんですけど、これはそういうの一切ないので比較的夏場は暑いかなというふうには思います。ただその分カビは生えにくいのでパッと取り出してカビ生えてるみたいな機会が毎日使うものならね、むしろそういった蒸れにくさ快適さみたいな方が重要ですけど、たまに使うようなサブマットレスだとやっぱりメンテナンスをね通常のマットレスと同じくらいかかるってなると結構手間なので、たまにしか取り出さない割にはなので、その点は比較的僕は理にかなっているというか都合がいいかなというふうに思います。で衛生面でいうともう一つ、さっき言った通りペダルを足で押して空気を入れる仕組みなので口を直接つけないんですよね。それもまた息を吹き込むようなものと比べて衛生的だなというふうに思います。あと何人かで使い回して使いやすいですしね。そんなわけでいろんな仕組みとか素材とかも含めてどんなシーンで使うかっていうのを、かなり想定して作っている製品だなというふうに感じました。ぜひこれは万が一のために皆さん置いておいてほしいなというふうに思います。余談ですけどこれ幅70センチってねリビングにこうやってさっと敷いてもう一人だけ寝るっていうような時には、むしろ幅が狭い方がね置ける場所の可能性が広がるので、そういった点ではすごく楽ですね。なんか他の類似品と比べてもコンパクトでかつ付属品がいらない、そしてちょっと無印っぽい無味無色なデザイン性、こういったところについてはこの商品唯一無二の価値があるなというふうに思っています。ということでぜひぜひまだねサブマットレスを持ってない人とか僕がさっき最初に見せた通りででっかいマットレスを備えてますとか普段使わないのに大きいものを持ってますみたいな方はちょっと乗り換えを検討してみてもいいんじゃないかなと思います。
このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。